evening, everybody. This is Mikako from Nagi Lane. This week's Inter FM Tokyo Music Radar has started. This program features Japanese music and artists making waves around the world. 皆さんこんばんは、Nagi Lane のMikakoです。今週もインター FM Tokyo Music Radar スタートしました。この番組は今世界に注目されている日本の音楽やアーティストを番組独自の目線でピックアップ。日本のみならず世界で活躍するアーティストや今後世界へ進出していくアーティストをゲストにお迎えしてたっぷりお話を聞いていくミュージックプログラムです。さて今週は先週に引き続き東京ミュージックレーダー新春座談会をお届けします。ゲストをお迎えして座談会形式でいろいろとトークをしていきたいと思います。お迎えするのはこのお二人です。ビルボードジャパンの村田舞子です。よろしくお願いします。株式会社ラボ代表脇田隆です。よろしくお願いします。よろしくお願いします。村田さん、脇田さん、お二人とも日本の音楽シーンやマーケティングに非常に精通しているお二人なんですけれども、先週は2024年のチャートをもとに、日本の音楽シーンを振り返りました。今週は2025年の日本の音楽シーンの展望について語り合いたいと思います。私美香子も僭越ながらアーティスト代表としてトークに参加させていただきますので、お二人ともよろしくお願いいたします。では早速ですが、お二人が今年注目しているアーティストを紹介していただければと思います。まずは村田さん。これお話をいただいて、はい、部内でもどうしようかなみたいな風に相談したところ、はい、本当に論争が起きてしまいましてこれだろうこれだろうこれを言わなずにどういうそれぞれね、はい、ちょっと殴り合いになりかねない危ない危ないなと思うので、本当に私が個人的に好きで注目しているっていうところも含め、はい、やっぱりクリーピーナッツかなとは思っています。はい。もともと村田さんはクリーピーナッツが個人的にも好きだったりするんですか？そうなんです。結構メジャーデビューされたぐらいから個人的にずっと好きで、急にチャートの1位に来たりするので、はい、私は普通に仕事をしていたらみたいな1位になっちゃったよみたいなすごい個人的には思っていて、クリーピーナッツのお二人にこの実は上半期のタイミングと年間チャートのタイミングでインタビューをさせていただいていて、はい、その時にチャートの1位ご所感どうですかみたいな質問をさせていただくんですけど、お二人ともピンとこないですねとかおっしゃるんですよねそうか、本人としてはそんなに実感もまだないみたいな感じだったんですね、はい、もうファンの気持ちになってそれを聞くと、はい、なんかそう思ってくれてるのが嬉しいなっていうような。逆にそう、はい、そう思うんですか？まだ大きくなって自分たちのことじゃないようなみたいなっていう風に思ってくれてるっていうのがまだこっちにいてくれてるというかちょっと言い方難しいですけどファン心理としてはそうですよね。わかりますわかります。もうだって今日ブースであった中で今一番村田さんの顔が輝いているっていうのが見えます。素敵な目をされていらっしゃいます。脇田さん、このクリーピーナッツの魅力って脇田さん自身はどう思われますか？はい、魅力について自分がね語れるほど詳しくないんですけど、でもやっぱり時代を作るアーティストとして本当にポットではない何かシーンを背負ってですね、覚悟を決めてパフォーマンスしてる姿が年末もやっぱり見られたというか、そこに何か本当に頼もしさというか、こうでなくっちゃって思わせる、本当関係者としても熱い気持ちを共有できる素晴らしいアーティストだなって思いましたね。紅白歌合戦も2024年初出場でいらっしゃいましたよね。拝見されました？もちろんです。いかがでした？やっぱり来るものありましたね。そうですね。だしちょっと言葉にできないですねで紅白に関してはそれこそ土産話の実は最後でもそうですし、はい、これまでの楽曲でたびたびネタに上がってる、なんならそこまでいけへんかもしれへんなぐらいのなんというかずっと先にある目標みたいな感じで紅白っていう名前を出してらっしゃることが多かったので、ようやくだなっていうような。
あのパフォーマンス何の違和感もなかったじゃないですか、はい、テレビを見て。そうですね、不思議ですね。その世界で売れてることも違和感なく、日本でこんなに流行ってるのも違和感なく、ああいったテレビの番組で年末に見ても自然っていう、これはどういうことなのかなって自分も本当に。確かに演歌の方とかと一緒にあれが流れるっていうのはなかなか異様かもしれないですね。浮くことなく普通にこう盛り上がったっていう感じが、こう違和感のなさがすごいなと思いました。会場もね一体にそのもうクリーピーナッツ色に包まれて、やっぱり皆さんすごい反応も良かったし、またSNS とかもね一応その紅白歌合戦見ながらちょっと拝見したりもしてたんですけど、やっぱりそのもう盛り上がり方がなんか異常というか、すごい本当にその違和感ないっていう言葉がすごいよくハマるなと思いますね。ありがとうございます。で続いて、脇田さんが今年注目しているアーティストをお伺いしてもよろしいでしょうか。はい、シモン・トパーズというアーティストといいますか、アーティストって言っていいのかわからないんですけど、はい、いわゆる AI 生成の歌声、AI 歌声生成ツールの、はいいわゆるボーカロイドでいう初音ミクのようなキャラクターとしまして、シモン・トパーズという、自分ちょっと手伝ってるのもあるんですけど、このやっぱり AI という、ね、テクノロジーが注目される中で、音楽としてですね、こうどんどん今普及していってるわけですね。AI 作曲であったり、AI ボーカル生成であったり、AI の歌詞であったり、 AI のミックス、 AI のマスタリング、いろいろあるんですけど、このボーカル生成っていうところでいったところで、このシモン・トパーズがなかなか面白いんじゃないかなと思ってご紹介させていただきたいなと思いました。ちょっともう一回説明していただいてもいいですか。これはこの声の方がまずいらっしゃるっていうことなんですか。声主のような、実在のボーカルの方が何十曲とボーカルデータをですね、アカペラデータからこう提供してもらって、それを学習して、こう自由自在にですね歌わせることができるツールが発売されておりまして、それがシモン・トパーズというボイスバンクシモン・トパーズというシンセサイザー V というソフトツールなんですね。ツール名がシモン・トパーズというツールのボイスですね。ツールボイスがシモン・トパーズ、ボーカロイドの中に初音ミクとか誰々があるような位置関係ですね。そういう関係か。でもこの声の主がシモン・トパーズさんというわけではなくてっていうことですね。そうですね、別にいまして、声主は、でシモン・トパーズにも、アニメのキャラクターがいて、ビジュアルがあるんですね。ビジュアルがあってアーティスト活動をしているので、アーティスト名はシモン・トパーズとしてリリースされているという。ちょっとどうですか、村田さん聞いてみて。私生成 AI でこんなにちゃんとキャラクター化されて曲を作ってみたいなプロジェクトがあるのうっすら聞いたぐらいで、ちゃんと楽曲聴いたっていうのは今回初めてだったんですけど、ボーカロイドが楽曲がたくさんチャートに出てくるようになり、そこからさらにボーカロイド出身のアーティストさん、ご自身で歌われたり、ボーカルを招いてされるアーティストさんがいて、その次に VTuber の楽曲、星町水星さんだとか、星野真里さんだとかっていうのがたくさんチャートに現れるようになってきて、今度はこうかみたいな気持ちが確かにそうですね。いやすごい、なんかあと私は結構その歌い方というか、結構その日本語だけどちょっと英語っぽくもなんか聞こえる、いい意味でそれをなんかすごく感じましたね。そうですね、この曲のクリエイターたちがちょっと英語感のある歌わせ方をしたというのもありますし、元の声主もちょっとそういう面もありますね。そういうコントロールもそうか、AI だからできるんですね。やっぱりこう料理する人によってのそのさじ加減といいますか、こう出汁の効かせ方みたいなのももちろんありますし、これはボーカロイド以上に幅は広いですよね、表現できる。なのでこれを本当に人間が歌ってるとしか思えないっていうびっくりみたいな聞かせ方もあれば、これをこうビチビチ切り刻んでですね、もう人間には不可能なことをさせることもできるでしょうし、あとはこういったオリジナル曲を作って創作として使うもよし、仮歌として美香子さんなんかも自分の作曲の
自分で作曲中に仮歌を歌って、ここ直したいと思ってよいしょとパソコン立ち上げて歌い直すのがワンタッチですぐ修正できるとかそういうシモンとパーツにお願いできるっていうことですか？時短といいますか補助ツールとしてもやっぱり AI はすごく優れてると思うのでこういろんな使い方があってまだ本当未知数だと思うんですけど、一つの使い方を提示しているのがこのシモンとパーツジェムボックスという、レーベル&メディアということなんです。 AI シンガーレーベル&メディアのジェムボックスという、こうレーベルがあります。あとこのゴンゾーっていうアニメ会社さんのサムライクリプトスプロジェクトというのがありまして、島原の乱っていう日本史で出てきたその天草四郎のアニメの曲なんですよ。なんでこのキリスト教っぽさは天草四郎をイメージしているすごい神聖な曲だなというのを感じましたけれども、やっぱりボーカロイドもそうですけど電子音楽っていうシンセサイザーから始まり日本のお家芸ですね。やっぱりこうヤマハ、ローランド、コルグ、そしてボーカルでこの AI っていうのもですね世界の中でいろいろこう物議を呼びつつですね日本は割と積極的にこの AI ビジネスを進めたいというふうに政府も考えてはいる中でですね、この、シモンとパーツだってこのジェムボックスの AI シンガーっていうのはちゃんとこう権利をクリアにしてですねその勝手に人の曲をラーニングして生成して作ったものとは違うきっちり権利処理をされた上で、ちゃんと声を提供した人にも印税が入るっていう仕組みを目指してやっているということで、この AI がここどういう使われ方するのの一つのなんていうか問題提起も含んでいるということで今やっぱり作曲家の人たちはですね、この AI ボーカルっていうのをどんどん使っていっておりますし、そんな中で2025年もですねこの AI っていう存在がどういった形で音楽シーンに影響を与えるのかなっていうのは非常に面白いんじゃないかなと思いますね。秋田さん個人としてはこの生成 AI こういうプロジェクトで何かをこういうことをしていきたいみたいなものってあったりするんですか？そうですね、自分としてはこういう話をしたりとかセミナーで登壇したりとか文章を書いたりとか、そういう形で結構AI 推進派といいますか、そんな使ってもいないのに否定するんじゃなくて、まずは使った上で何がいいのか悪いのか考えようよっていうメッセージを発信していまして、まだ自分がAI を使った何かプロジェクトっていうのはお手伝いするぐらいしかできてないんですけどね、それこそ美香子さんと AI がコラボするとかですね、こういった企画とかもこの番組なんかでやると面白いかなと思います、私とシモンとパーズさんでそうですね、楽曲を作って、シモンとパーズゲストに呼んで打ち込め喋れるんですか？打ち込めば喋りますよ、じゃあ一応でも打ち込む人は必要ってことですか？そうですねなんかプログラムしたら影で喋ったらシモンとパーズの声でとかなるんでしょうけどね。例えばよくね最近だとチャット GPT と会話するとか、なんかそういうのもあったりするじゃないですか。しゃべり相手、私もたまにちょっと喋り相手欲しいなっていう時に、今日の夜ご飯何がいいと思うとか書いたりするんですけどそういう感じでね会話ができるようになったらゲストとしても来ていただけるってことですね。技術的には難しくないと思いますよね。でももっとぶっ飛んだアイデアで実現しないと、やっぱアーティストとしてはちょっとダメなんじゃないですかね。やっぱりこの AI を舞台にしたアーティストの大喜利大会みたいなのが今年の後半大喜利大会みたいなのがね今年の後半に起こってるかもしれないやっぱりボカロブームの時もそうだったじゃないですか。もうあの手この手でみんながいろんなアイデアの曲を出し合ってニコニコ動画ですごい盛り上がってましたから、これがAI ツールを使ってもう全世界を舞台にですね、多分日本人が一番得意だと思うんですけどね、ボカロで鍛えられてますから。そうか。どう思います村田さん？そうですね、なんていうかもう想像のつかないそうですよね。ちょっと多分見え方としてはちょっ
と言い方が分かんないんですけど、自我のない VTuber みたいな感じですよね。そういうことですかね、とも言えますよね。いろんな角度から考えられますよね。もう無限の歌専門ですかね。このはい、シモン・トパーズさんは歌専門ですね。でもいろんなツールがいっぱいありますからね、もうどう使うかっていうことでしょうね。あとどんなルールを作るかっていうのも、ルール、はい、勝手に使われたら嫌ですよね。自分の声を、確かに知らない時にね、いつの間にかなんか私の声で、お店でね私の声が流れてるのはそれはそれで嬉しいっちゃ嬉しいですけど、私の作品、私の創造物、私の声、私の見た目、私っていう人格、そういうのをこう勝手に使われるのは絶対嫌だと思うんですけど、そうですね。でもどこかの誰かが勝手に使って勝手にお金が入ってくるんだったらちょっと考えようかなと思う。自分の声だから自分にお金が入ってくるっていうのは一つね、権利がねあるっていうのは一つ大きいですよね。お金払ったんだからこれ使ってもいいだろうって言われてもまたちょっと違うかもしれない。でもこれヒップホップが出てきた時にね、サンプリングの問題ですでにやっぱ音楽ってやっぱりすでに通ってきてるので、パクリだったりサンプリングだったり、だからこう音楽としてこの新しい時代に何ができるのかなっていうところで、この AI っていうのに取り組むのは非常にいいことなのかなと思って。すごい新時代の到来といった感じがしますけれども、でも半年ぐらいかもしれないですよ。もうだから2年ぐらい経ったら、AI まだそんなこと言ってる、そんなの普通じゃんみたいな。でもボーカロイドがその AI が出てきた後も今も十分しっかりとしたある種一つのフィールドとしてできている状況から考えると、確かになんかそうまだね、一つの新しいジャンルとして残る可能性もありますよね。こうやってじゃあ AI がこう主流になった時代にボーカロイドが、このボーカロイドのこの機械っぽさがいいんだよこの音がっていう再評価とかアップデートがこう起こったりとかですね、やっぱりこう音楽ってどんどん進化していく中で、ちょっとみんなその進化に参加しようぜっていうこう立場でどんどん面白がろうよっていう、それすごく大事ですよね。やっぱり何か新しいものが生まれる時には同時にね、ちょっとっていうそのちょっと反感じゃないですけど、ちょっとね拒絶する人とかもしかしたらいるかもしれないけど、でもそこでその壁を越えて新しいことを取り入れることによってちゃんと時代は進んできてるわけですし、新しいことが生まれていくわけなので、ちょっとじゃあ生成 AI のこのシモン・トパーズさんにも注目ですね。2025年はね。はい、ありがとうございます。2025年の音楽シーンについてもうちょっと、皆さんとトークできればと思うんですけれども、アニメ、アイドル、バンド系など、日本独特の音楽ジャンルとして言えるかなと思うんですけど、こちらはさらに発展していくと思いますか？いかがでしょう、村田さん。年間のビルボードジャパンとHOT100とかだと本当にタイアップ作がすごく多かったっていうのはあって、なのでそこに対してさらに年間のグローバルチャート、グローバルジャパンソングスエクスクルーディングジャパンというチャートを見ていくと、ほとんどがアニメタイアップ作だったりもしてくるんですね。なのでやっぱり今多分アニメソングって言ったところで一概にアニメソングってこんなのだよねみたいなイメージってないと思うんですよ。それこそ、ブリンバンバンボンもライラックもどっちもアニメのタイプ曲ですけど、全然違う曲ですよね。とかっていうのがあるので、なんていうかジャンルっていうとちょっと語弊があるかなと思います。日本の楽曲を世界に広げていく一つのチャンネルというか、にはもうすでになっているものにはなるし、今後もその存在感がそんなすぐに消えたりとか、その変わったりだとかってすることはないんじゃないかなと思ってます。でアイドルに関しては多分ここで思う日本独特のアイドルって、ナンバーアイとか XJ みたいなのでは、みたいな雰囲気のアーティストさんっていうよりかは、
例えばフルーツジッパーだとか、はい、超ときめき宣伝部だとかっていうような感じですよね。そうですね。そのと、ちょうど昨年に超ときめき宣伝部韓国でライブなさってたりとかもして、その規模がちょっとずつ国内外に広がっているなっていう感じ、ライブを外でやっていかれるっていうのは、特にアーティストさんによっては力を入れておられたりするのは感じていて、やっぱり可愛い文化ですよね。先に走れというとキャリーパンガムさんみたいな、はい、そうですね。っていうのはそれこそアーティストさんご本人とそれを応援するファンの方との関係で全然可能性はあるだろうなとは思いますね。可愛いっていう言葉はもうね、だいぶ昔から海外にも強く伝わっていて、私がなんか振り返った時に確かアブリル・ラビーンも、ハローキティっていう曲をね出されたんですけど、みんな最高ありがとうかわいいっていうフレーズがあって、そこで小さい時海外に住んでたんですけど、その友達と久しぶりに連絡取った時に可愛いっていう言葉知ってるよ私みたいな、そういうのがあったんですよね。だから割ともう2010年代ぐらいから可愛いっていう言葉自体はもう多分渡ってたと思うので、さらに今ここでフルーツジッパーだったりちょっとギミック宣伝部が出ていくっていうのは、またさらになんかその可愛いっていう言葉をさらになんか着火剤としてと言ったらあれですけど、どんどん広がっていくいいトリガーになってるんだろうなとも思いますね。去年のラップの曲私可愛いって歌ってなかったでしたっけ、千葉祐希、ミーガーズスタリオン、あれ可愛い入ってました。そうですね、確かに、そうだったと思うそうだ、確かにそうだったかもしれない。可愛い、やっぱ可愛いっていう言葉が今はね割と、そうですね、一昨年のハニーワークスの可愛くてごめん、それもあれは年間の相当上位だったんじゃないかと思う。何チャートかTikTok で1位だ。あとジャスラックの1位ですかね。ジャスラックの1位もあったんですね。ニュー可愛いブームの走りとして、ハニーワーの脇田さんさすがよく知っていらっしゃる。ビルボードを毎年しっかり見てでも 年間の時にねやっぱりこうちゃんと追いつこうと思ってチェックしてるんですけどね。脇田さん、いかがですか？脇田さんは。そうですね、さっきのクリーピーナッツみたいにやっぱり世界の主流はヒップホップだったり、EDM をベースにしたポップスっていうか、そういうものだと思って、日本のバンド系とかっていうのはちょっとなんか違うんじゃないかなっていうふうにも思うんですけど、やっぱ海外の人に話聞くとバンドって日本人しかやってないからすごい新鮮だからいいと思うよとか、そういう意見もあったりして、どっちなんだっていう、なんかやっぱりこうそういうこうトレンドというかメインストリームがあるんですけど、そこから逆に行くのか、だからこう2024年の傾向として明るい曲調っていう、じゃあ今からミカコさんとかも明るい曲歌った方がいいのか、逆にそういう時こそ逆張りで暗くいくのかっていう考えもあるんで、何が正しいのかもう分かんないですよね。本当に読めない読めないと思いますよね、本当にね、こればっかりはね、何が着火剤になるかもわからないし、でも読めないなりにというか、私たちまだ本当これからね、どういう2025年、もしかしたらね、去年はミセスがいっぱい撮ってたけど全部ね、生成 AI になる可能性もなきにしもあらずですし、何が起こるかわからないですけど、その上でそれぞれ2025年はどこに注目しているとかもしあったら教えてほしいんですけれども、村田さんいかがでしょうか？そうですね、本当に去年のクリーピーナッツが本当にみんな意外なところからガッてきたと思うので、何が起こるかわからないなっていうところはやっぱり大前提にありつつ、去年ぐらいからやっぱりコロナ明けというかっていうので、日本のアーティストの方が海外でライブをされるっていうことがすごく多くなってきて、で今回も、今YOASOBIがアジアツアーを回っていて、例えば他にもだと3月から米津玄師さんが初めて海外の大規模なツアーを回られたりだとかっていうのもあるので、
もっと海外にも曲が同時に広がっていくっていうような勢いは加速していくんじゃないかなっていうふうに思っています。なのでそこも含めてそれこそ米津さんみたいな日本でももうすでに地位を確立されてるアーティストもそうですし、こっちのケントさんが急に上がってきたみたいに、新人さんが急にポッと上がってくるようなのもあるんだろうなと思うと、まとめにくいですね。本当ですね。いやでも本当日本人のそのねお話もあったコーチェラに2024にも日本のアーティストもたくさん出られてましたし、さらに海外進出は期待できますよね。そうなるとね。そうですよね。特に言葉の壁、もともとね音楽は国境を越えるっていうふうにもよく言われていますけど、特に本当にその言葉の壁なく今こうやってブリンバンバンボンがいろんな国で1位だったりするわけで、ますますその日本というこの島国からどんどんその海外の扉っていうのは大きく開いているんじゃないかなっていうふうに私もすごく思います。脇田さんいかがですか？そうですね、やっぱり海外っていう、トピックが本当にこう2025年のトレンド、2024年がやっぱりショート動画だったりしたように、自分もマーケティングの仕事してて2025年はグローバルの年だというか、もう一昨年ぐらいからそれこそ夜遊びのアイドルだったりぐらいからもう始まってると思うんですけど、でクリーピーナッツのように本当に日本語わからなくてももうリズムとグルーヴでこう乗れるんだろうなっていうふうに思いますし、あとそれっぽくない曲、あんまり話しなかった思いの丈の1億光年、あれもドラマの主題歌 ですね、韓国の男性俳優さんで、ネットフリックスでも配信してましたよ ね、同時に。で彼はネットフリックスドラマにその前自分ちょうど見てたのも出てて、無人島のディーバでしたっけ、出ててすごくこう可愛らしい男性、優しい男性の役なんですけど、I love you でより甘く優しくなって登場して、自分はちょっとおいおいって思ったんですけど、でもああいった出方で日本人女性と韓国人男性の恋愛を本当にこう広くこうアピールした中で一億光年っていう曲も存在したのかなと思うと、これも一つのグローバル化のトピックなんだなと思って、必死でなんで年間の3位にまで上昇したのかっていう理由付けをですね、自分なりに無理やりひねり出したんですけどね、いろんな形のグローバルが現れてくると思って楽しみですね。あとコーチェラですね、去年たくさん出てですね、そのアーティストたちもうリーダーズとかやっぱりコーチェラの伝説を作ったんじゃないかっていう素晴らしいライブで、ステージはすごかったですね。それがこう2025年どうなるかっていうのも楽しみですし、あと今年は XG ですよね、4月この XG がこう世界を驚かせるのかどうか、こうやっぱり2022年にブラックピンクがですねやっぱり全世界お披露目をコーチェラでやって、やっぱりそこからインスタのね世界の1位になったりっていうのありましたけど、去年もK-POP アーティストとかでもやっぱりコーチェラでこう目立ったアーティストもいたと思いますし、80s とか、目立ってたんじゃないかなと思うんですけど、80s は本当に、アメリカのビルボードチャートでアルバム1位取ったりだとかってする規模のアーティストなので、やっぱりライブパフォーマンスで全世界に YouTube 中継で2週にわたってインパクトを残せたら道が開けるなと思いますし、XG はちょっと楽しみですね。そうですね、今どんどん広がっていますからね。海外の本当にそのアジア圏外の海外の方のMV のリアクション動画とかも今多分すごく XG のものがすごく多いのかなってすごい肌感で感じていて、しかもその一個驚きだったのは XG の皆さんもちろん日本人、アジアの
人たちなわけじゃないですか。でも本当にもう肌の色も違う、目の色も違う人たちがもうなんか私たちのためにありがとうって泣きながらリアクションをしている動画とかがあったりしたんですよ。なんかそれを見た時に私もちょっとグッときてしまって、本当にその国を越えて今評価を得ているんだなっていうのをすごく感じましたね。あと日本っていうものに対しての注目も今高いですよね。いろんな海外の有名な方も日本に旅行に、マドンナもお正月来てた。そういった日本が流行ってるっていうのもありますし、なんかの記事でもこう2025年日本のアーティストがレコーディングアカデミーが発表した、とかもあって、そこに乗っかれるアーティストは誰なのだろうかっていう思いますし、なんでこちらはやっぱりそういう全世界の音楽シーンが注目するプレゼンの場だと思いますから、去年のアーティストも今年の XG も何をやってくれるんだろう、注目していきたいポイントですね。はい、ありがとうございます。ということで、今日は2025年の日本の音楽シーンについてお話ししてきました。村田さん、秋田さん、本当にありがとうございました。ありがとうございます。私は、楽曲を完全に作ってそれを届ける側としてずっと今活動してきてますけれども、こうやって改めてこのお二人が分析といいますか、いろいろいろんな数字を見たり、いろんな今の業界の波だったり、そういうのを見てこういうふうに思っているんだっていうことが個人的にも結構発見があってすごく楽しかったですし、なんかこれからの次の自分たちの制作のヒントも得られたような気がしたので、とても興味深いお時間でした。本当にありがとうございました。最後に、お二人それぞれもしお知らせがあればお願いいたします。村田さん、ありますか？はい、ビルボードジャパン各種 SNS を運用しております X、インスタグラムで、随時チャートの情報だとか、掲載しているインタビュー記事だとか配信してますので、ぜひフォローお願いします。あとビルボードライブでも、各種さまざまなアーティストさんのライブを行っております。例えば1月20日、21、25だとタキシードが来日します。またに、日本のアーティストでも例えば2月11日にはヤングスキニーっていうヒートシーカーズソングスだとかかなりビルボードジャパンのチャートでも上位を記録している若手バンドが公演をやったりしているので、ぜひ皆さんチェックしてください。はい、ありがとうございます。秋田さん。はい、1月22日にですね、私の3冊目の本になります音楽未来会議4つのテーマで読み解くこれまでの10年とこれからの10年という本が、出版されます。音楽ジャーナリスト柴智則さんとエンターテイックエヴァンジェリストの山口紀一さんと私の3人で4回のトークイベントを行い、その内容をもとに、1冊の本になりました。音楽の未来をですね、皆さんと一緒に作っていこうという意味で出した本ですので、ぜひチェックしていただければと思います。はい、ありがとうございます。ということで、村田さん、秋田さん、本当にありがとうございました。ありがとうございました。